ボクシングやってる相手に対してはこっちがこう構えた途端にこの前手でね、もう要するにストレートで来てもポッと避けられるし、まあフックっていうのはこういう感じで来てもフックにだから避けた途端に入るということがこちらとしてはです。避けたのをゆっくり料理しようと思うと次の攻撃が来るからだからやはり力があるからそこは押し込まれてしまう。押し込まれるね。押し込まれる前にも巻いてる。いやもう瞬間的にだから鉄則はこの攻撃の極意っていうのはたとえ10センチでも自分の体を前にスッと持ってきながら攻撃する。これが鉄則。ということは突きでも蹴りでも受けでも前に出た途端に体重がここに乗ってくるんです。瞬間的にね。うまく合うとね、そこがやっぱり極意だと思う。僕自身こんな体が小さくて100キロ近い。次に安志子師範ですとか、茂師範が足りなかった部分ってどういうこと？やっぱりね、自分の技をなんていうのかな、まあ実践すると試合になるけども、まあ喧嘩空手の技に、ならなかったってこと、仕留められなかったってこと、道場空手は仕留める必要がないからね。だから私の時代は道場破りっていうものが現実にあったし、いけることでもそれ以上になりますの黒崎先輩の道場で、まあはっきりとアメリカの会議したり日本人を殺したなんていうやつがいたからね、まあそういうやつと相手とやっぱり人を殺してきた国人というのは違うよね。先が違う。だって自分が殺されるか相手を殺すかで生き延びてくるわけだからね。だからそこは僕自身もはっきり言って戦争に行ったわけじゃないけどもやっぱりなります道場ではやっぱり相当な覚悟がいったね。でまたあれですね、黒崎先生になんか刀を渡されて負けたら腹切るんですか？だ今もでも持ってるけどこれと同じぐらいだよ。こういうのを渡されて負けたら腹切る。最初は冗談からだったんだけどやっぱりそのくらいの覚悟じゃないとできなかった。だから正直言って内心狂ってるね。そこまで真剣に考えてなかったから。話もその茂師範なんですけども、茂師範ご自身の方でその向こうに行った時に、まあ、いわゆる飲み屋の用心棒とかして、まあ、かなり大きな人たちをね、その政権一発でのしてきたっていうふうに言ってますけれども、茂師範はやはりこちらにいた時から政権っていうのはやはり強かったんでしょうか？まあ政権が得意というこういうふうに構えてこの逆好きの政権ね、だから技としては単純だよ。だからこの政権の一発で相手が本当に伸びればいいけども、まあはっきりと道場の中ではそれは、通るかもしれないけど巷ではちょっと難しいだろうな。その政権行くまでのこうつなぎっていうんですかね、そういう技っていうのはあまりなかったんですか？もう本当に一撃必殺のような感じでじりじり打ってた。そうだから前剣の使い方が中村忠も大山茂君やつも前剣の使い方がはっきり言って前手というのは受けるというそういう感覚だから、私の場合は前手で伸ばそうことここまあ要するにこの左構えの時の受けはもう大事に取っといて何かあったら最終的にとどめを刺す。その前に全部前剣で伸ばしちゃう。それは藤平先生も一緒なんですか？やはり前剣の場合を受けるだけで。まあそれを教えたんだよね。教えたけどもなかなかね前剣に必ずこっちに出てくるんだよね。分かるんだよ。これで崩しといてこれで伸ばすっていうそういう指導を最初に受けたから私も。まあそれはあと色濃く出てるのは
足原秀樹の裁きですか、前に出て必ず受けてからカウンター。だから足原は私とやってその要するに裁きというのは大山空手ではないんだよ。大山空手の場合はよけても相手をダメージを与えて使い物にしない、使い物にならない。しかし足原の場合は裁きというのは相手の攻撃をただ流す、あるいはかわすということは相手を殺してないんだよ。それっていうのはあれですかね、安田先生の組手を真似してるんです。安田先生が攻撃した後に必ずこう回りながら相手の正面には立たないようにしてたっていうふうに言ってましたけど、それっていうのは裁きの概念。裁きの場合こう避けたら必ず相手の死角に入ってそこから攻撃するっていうのは何だったんですか。安田先輩の場合は生徒によって教え方が優しい教え方と厳しい教え方があって、でもね、私の経験ではね、安田先輩は大山茂君や安彦はね、教えたことがないと思う。しょうがないんですよ、これね。けどあれですよね、足原秀樹はすごく安田先生に憧れてたんですよね。だけど実際はね、組手やったことない。私がずっと教えてた。だからただ逃げ回ってた。ただ忘れもしない教え方というのは、要するに下がるから下がる、こうやって下がるんじゃなくて体をかわして下がれと。で下がった途端にその下がった足の攻撃をしろという、そういう指導をしたね。僕は大山先生がなんとか遅刻を送りたいということを言った。それはでやっぱりそれまではそういう技は使ってなかったですね。使ってない。じゃあそれが裁きの原点です。裁きに必ずこういう技があるんですか。だから大山先生には裁きはないんですよ。だって裁きっていうのはさ、相手を生かしてることだ。大山空手の場合は受けた途端に使い物にならなくするっていうのは大山空手だから、そこはやっぱり